第1話、天の川銀河の謎。夜空を見上げると、無数の光が静かに瞬いています。その光の一つ一つが、遠い宇宙に存在する星たちです。私たちの目で見える星の数は、暗い場所でもおよそ6000ほど。一度に見えるのは、そのうちの半分、3000ほどだと言われています。けれど、宇宙に存在する星の数は、それとは比べ物になりません。天の川銀河の中だけでも2000億を超える星々が輝いているのです。そして宇宙にはそのような銀河が少なくとも2兆も存在すると考えられています。つまり夜空に見える星たちは宇宙の広大な闇の中でほんの一粒の砂のような存在なのです。それでも私たちはその光を見上げるとき、なぜか深い安心とどこか懐かしい感情に包まれます。それは私たち自身がその星々の一部であり、宇宙の物質から生まれた存在だからかもしれません。夜空を横切る白い帯、それが私たちの住む天の川銀河の姿です。古代の人々はそれを天の川、銀の流れ、神々の道と呼びました。肉眼では霞のように見えるその帯の正体は、数えきれないほどの星々が集まって放つ光の集まりです。あまりにも遠く密集しているために、一つ一つを見分けることができないのです。私たちの太陽系はその天の川銀河の中にあります。銀河の中心から約26000光年ほど離れた場所、渦巻きの湾の一つであるオリオン湾の中に位置しています。私たちが見上げる夜空の星々の多くはこの銀河の中に生まれ、そして輝いている仲間たちなのです。天の川銀河は巨大な渦を巻いた円盤のような形をしています。その直径はおよそ10万光年。1光年とは光が1年かけて進む距離、およそ9兆5000億キロメートルです。つまり銀河の端から端までの距離は想像もつかないほど広大なものなのです。この巨大な銀河の中で星々は絶えず生まれ、そして消えていきます。星の誕生は銀河の中に漂うガスや塵が集まるところから始まります。それらは重力によって引き寄せられ、やがて中心に高温の核を持つ光の塊になります。その瞬間、新しい星が生まれるのです。そしてその星が寿命を迎えるとき、また宇宙へとガスや塵を放ち、次の星の材料になります。星は生まれ、輝き、そして帰る。それが銀河が脈打つように生命を育む仕組みなのです。しかし、天の川銀河には未だ多くの謎が隠されています。その一つが銀河の中心に潜む見えない存在です。そこにはサジタリウス A スターと呼ばれる太陽の400万倍もの質量を持つ巨大なブラックホールがあることが知られています。このブラックホールは光を放たず何も映し出さないため、私たちはその存在を直接見ることができません。けれど周囲の星々の動きを観測すると、明らかに強力な重力に引き寄せられていることがわかります。それこそが銀河の中心を支える見えない力の正体なのです。天の川銀河の中心では、物質がブラックホールへと落ち込むとき、莫大なエネルギーが発せられます。その放射は時に太陽の数百万倍もの輝きを放つことがあります。けれど、それでも銀河全体の中では、静かな呼吸のようにゆっくりと悠久の時間が流れています。私たちの太陽系はこの銀河の円盤をおよそ2億3000万年かけて一周します。つまり恐竜が地球を歩いていた頃、太陽はちょうど今とは別の銀河の位置にいたのです。宇宙の時間の流れから見れば、人の一生はほんの一瞬です。それでも私たちはその一瞬の中で星々の光を見上げ、宇宙の存在を感じ取ることができます。星々の中には生まれたばかりの若い星もあれば、もうすぐ燃え尽きようとしている老いた星もあります。太陽のように
穏やかな光を放つ星もあれば、数十倍の質量を持つ巨大な恒星も存在します。そのような星たちはやがて寿命を迎えると爆発的な最後を遂げ、超新星となって銀河の空間に光を放ちます。一瞬のうちに銀河全体を照らすほどの光です。その爆発によって放出されたガスや重元素は再び宇宙を満たし、新たな星や惑星、生命の材料となります。私たちの体を作る鉄やカルシウム、酸素といった元素もかつて星の内部で生まれたものです。つまり私たちは遠い星のかけらからできている存在なのです。夜空の星を見上げるとき、そこには単なる光以上のつながりがあることを思い出します。星を見ることは宇宙の記憶をたどることでもあります。天の川銀河の外縁部には淡く光る星々が帯のように広がっています。その中にはかつて別の小さな銀河だったものが重力によって飲み込まれ、天の川銀河に取り込まれた形跡も見つかっています。銀河はただ静かに輝いているように見えて、実は絶えず成長を続けているのです。そしてその動きはとてもゆっくりで、私たちの時間の感覚ではほとんど変化を感じられません。けれど宇宙の目で見れば、それは呼吸するように脈打つ生きた存在なのです。やがて天の川銀河には大きな転機が訪れます。およそ40億年後、隣にあるアンドロメダ銀河と衝突すると言われています。2つの巨大な銀河は互いに引き寄せられ、ゆっくりと近づいています。その速さは毎秒 120km。人の目には静かに見えても、宇宙の中では確実に運命の出会いへと向かっているのです。銀河同士が衝突すると聞くと、星々がぶつかり合うような破壊的な光景を想像するかもしれません。けれど実際には星と星の距離はあまりにも離れているため、直接の衝突はほとんど起こりません。代わりに銀河の形が歪み、星々の軌道が変わり、新しい星の誕生が活発になります。そして数十億年の時を経て、一つの大きな楕円銀河へと生まれ変わるのです。その頃、太陽もすでに寿命を終えており、地球の姿はなくなっているかもしれません。それでも宇宙は新しい光を生み出し続けます。終わりはいつも次の始まりの予兆なのです。銀河の謎の一つに、目に見えない暗黒物質と呼ばれる存在があります。天の川銀河を観測すると、目に見える星やガスの量だけでは銀河全体をまとめるほどの重力を説明できないことが分かっています。まるで見えない手が星々をつなぎ止めているかのように、その正体はまだ解明されていません。科学者たちは宇宙の質量の8割近くがこの見えない物質によって占められていると考えています。私たちは宇宙のほんの一部しか理解できていないのです。銀河の外側へと目を向けると、さらに驚くべき広がりが待っています。天の川銀河は数十個の銀河が集まった局所銀河群の一員です。その中にはアンドロメダ銀河や大小マゼラン雲といった仲間たちが存在します。さらにその外には乙女座銀河団やラニアケア超銀河団と呼ばれる何千もの銀河が集まる巨大な構造が広がっています。宇宙は銀河がまるで星々のように連なったより大きな宇宙の海なのです。私たちの存在はその広大な宇宙の中ではあまりにも小さく見えるかもしれません。けれど私たちは宇宙を見上げ、考え、感じることができる存在です。宇宙が自らを知ろうとしている、その目が私たちなのです。星々の光は何千年、何万年もの時間を超えて私たちのもとへ届きます。その光を見上げるとき、私たちは過去を見ています。例えば1000光年先の星の光は1000年前の姿、1万光年先ならそれは1万年前の光。夜空に瞬く星たちは時間を超えたメッセージを私たちに届けているのです。
天の川銀河を知ることは私たちの起源を知ることでもあります。銀河の中で生まれた星々が元素を作り、惑星を生み、その中の一つの小さな世界で生命が芽生えました。そしてその生命が進化し、自らの存在を問い始めました。私たちはどこから来てどこへ向かうのか、その問いの答えは銀河の歴史の中に隠されているのかもしれません。天の川銀河の謎はまだほんの少ししか解かれていません。それでも私たちは少しずつその姿を明らかにしています。宇宙望遠鏡や観測衛星は遠い星々の光を集め、銀河の地図を描き続けています。科学は日々進み、かつて神話で語られた空の川が今では私たち自身の住む故郷であることを教えてくれました。けれどどれほど多くを知っても夜空の美しさは変わりません。人々が星を見上げ、心を鎮め思いを馳せるとき、それはいつの時代も変わらない人間の本能のようなものです。星の光は過去からの贈り物。それは私たちがどこにいても、どんな時代に生きても、宇宙とつながっていることを思い出させてくれます。やがて夜が深まり、天の川が頭上に昇ります。無数の星々が帯のように空を横切り、静かな輝きの中で永遠の流れを感じます。その光の一つ一つに数えきれない物語があり、生まれては消える星の営みが続いています。私たちの太陽もいつかその流れの中に帰っていくでしょう。けれどその光は別の星の命となり、新しい生命を育む礎となります。天の川銀河の謎を知ろうとすることは、宇宙の仕組みを理解するだけでなく、私たち自身の存在を見つめる旅でもあります。この広い宇宙の中でたった一度の命を得て生きていること、そのこと自体が奇跡のような出来事なのです。星々は何も語らず、ただ静かに輝いています。けれどその光には言葉を超えた意味が宿っています。それは、あなたはここにいるという宇宙からの優しいメッセージなのかもしれません。夜空を見上げるとき、私たちは思い出します。この世界のすべてがつながっていることを。そしてどんなに小さくとも、私たち一人一人の中にも宇宙のかけらが息づいていることを。天の川銀河の謎は終わりのない物語です。私たちはその物語の中でほんの一瞬を生きています。けれどその一瞬が永遠の中の一つの光として輝くのです。星が語りかける静かな声に耳を澄ませながら、私たちは今日もこの宇宙の中で呼吸をしています。第2話、天の川銀河の中心とそこに潜む謎。夜空を見上げると、無数の星たちが静かに輝いています。その星の集まりの中でもひときわ淡く長く広がる光の帯、それが天の川です。昔の人々はそれを神々が渡る橋や魂が帰る道と呼びました。けれど現代の科学が明かしたのは、この美しい光の帯が私たちの銀河そのものの姿であるということでした。私たちが住む地球もこの天の川銀河の一部。それは直径およそ10万光年にも及ぶ巨大な星の集合体です。太陽系はその端の方に位置し、銀河の中心からおよそ2万8000光年ほど離れた場所を静かに回っています。私たちが夜空に見る天の川は、まるで銀河の内側からその背骨を見ているようなものなのです。では、この壮大な銀河の中心には一体何があるのでしょう。そこには光さえも逃げられない闇の心臓が潜んでいると言われています。科学者たちはそれを超大質量ブラックホールと呼びます。銀河の中心、その名もイテザ・エースターと呼ばれる領域。そこは私たちの想像をはるかに超える場所です。見た目には何もない空間のように見えます。しかしラジオ波や赤外線望遠鏡を使って観測すると、そこには
太陽の400万倍もの質量を持つ見えない存在が静かに光を飲み込みながら鎮座していることが分かっています。このいて座エースターは天の川銀河のすべての星を重力でまとめる要のような存在。まるで銀河全体の心臓の鼓動のように見えない力で星々をつなぎ止めています。それなのに光を放たず姿を見せず、ただ沈黙の中にある、そんな闇の中心に科学者たちは長い間心を奪われてきました。けれど銀河の中心の謎はそれだけではありません。もしブラックホールがただ全てを飲み込む闇でしかないのなら、銀河はもっと単調に見えたはずです。しかし現実には銀河の中心は驚くほど活発なのです。そこでは新しい星が生まれ、ガスが渦を巻き、光が放たれています。なぜ光を飲み込む闇の近くで光が生まれるのでしょう。それはまるで嵐の中心で静かな風が流れるような矛盾した現象です。科学者たちはその謎を解くために何十年にもわたって観測を続けています。赤外線望遠鏡、スピッツァーや電波望遠鏡群、アルマ、そして人類初のブラックホール撮影に成功したイベントホライズンテレスコープ。これらの観測が少しずつ中心の姿を明らかにしつつあります。2022年、世界中の科学者たちが歓声を上げました。人類はついに天の川銀河の中心、いて座エースターを直接撮影することに成功したのです。映し出されたのは黄金色に輝くドーナツのような光の輪。その中心には完全な闇、何もない穴がぽっかりと開いていました。あれはまさに私たち銀河の心臓そのものです。数百万年、いや数億年の時を超えて存在し続けてきた宇宙の沈黙の証。この中心がなければ天の川銀河は今のような形を保つことができなかったでしょう。それほどまでにブラックホールは銀河の形成と進化に深く関わっているのです。さて、ここで少し想像してみましょう。私たちが夜空で見上げる星たちはおよそ2000億個とも言われます。そしてそのすべてがこの銀河の中で中心を回りながら存在している。太陽もその一つです。太陽は天の川銀河の中心を約2億3000万年かけて一周します。つまり恐竜が地球を歩いていた頃、太陽系は今とは全く違う銀河の位置を通っていたということになります。私たちは宇宙の中でまるで広大な海を漂う小舟のように静かに銀河を旅しているのです。けれどこの旅にはまだ多くの謎が残されています。例えば、なぜ銀河の中心にブラックホールが生まれたのか、どうやってそこまで巨大な質量を持つようになったのか、そしてブラックホールは本当に終わりなのか、それとも始まりなのか。ある理論ではブラックホールは新しい宇宙への入り口かもしれないと言われています。吸い込まれた物質は別の宇宙の出口、ホワイトホールから噴き出すのではないか。そんな壮大な仮説もあるのです。もしそれが真実なら、天の川銀河の中心は単なる闇ではなく、新しい世界への門なのかもしれません。それにしても銀河という存在は不思議です。外から見るとまるで一つの生命体のように見えます。中心に心臓があり、腕のように星々の渦が広がり、ガスや塵が血のように循環している。星は生まれ輝き、やがて死を迎え、また新たな星の材料となる。このサイクルは何十億年も前から続いています。つまり銀河は宇宙に浮かぶ巨大な生命のような存在とも言えるのです。私たちはその体の中でほんの一瞬だけ輝いている細胞のようなものかもしれません。けれどその小さな光にも確かに意味がある。なぜなら銀河を構成しているのは一つ一つの星、そしてその中の惑星や命だからです。
天の川銀河を外から眺めることは私たちにはまだできません。けれど他の銀河を観測することで自分たちの銀河の姿を推測することができます。望遠鏡が捉えたアンドロメダ銀河やソンブレロ銀河を見れば、私たちの銀河もきっとそんな風に美しく渦を巻いているに違いありません。そして遠い未来、およそ40億年後にはこのアンドロメダ銀河と天の川銀河が衝突すると予測されています。2つの巨大な銀河が出会い、ゆっくりと一つに溶け合う。それは破壊ではなく再生の瞬間。新しい星々が生まれ、形を変えた銀河の命が続いていくのです。私たちが夜空で見上げる星の光は過去からの手紙です。その一つ一つが何千年何万年もかけて地球に届いています。もしかするともうその星は存在していないかもしれません。それでも光だけが旅を続け、今ここに届いている。そう思うと夜空は単なる景色ではなく、時間と記憶の宇宙図書館のように感じられます。そしてそのすべてを束ねているのが天の川銀河、私たちの故郷なのです。今も銀河の中心では静かに星が生まれ、遠く離れた外縁では老いた星が消えていきます。その中で私たちはほんの一瞬だけ輝く存在。でもその一瞬が銀河という命の物語の一部なのです。だからこそ夜空を見上げるとき、私たちは自分の原点を見ているのかもしれません。星の光の向こうには私たちの始まり、そして未来がある。天の川銀河、それは命と宇宙の静かな鼓動なのです。第3話、銀河の彼方と超銀河団の謎。夜空を見上げると無数の星々が瞬いています。その中でも天の川はまるで雲のような淡い光の帯として私たちの目に映ります。実はこの天の川こそ私たちが住む天の川銀河を内側から見た姿なのです。天の川銀河には約2000億個もの星が集まっていて、その直径は約10万光年、想像を絶する大きさです。しかし宇宙のスケールで考えると、この巨大な天の川銀河も実はほんの小さな一部分に過ぎません。宇宙には観測可能な範囲だけで約2兆個もの銀河が存在すると推定されています。それらの銀河はバラバラに散らばっているのではなく、重力によって集まり階層的な構造を作っているのです。天の川銀河の近くを見てみましょう。最も近い大きな銀河はアンドロメダ銀河です。地球から約250万光年離れた場所にあり、天の川銀河よりもやや大きく約1兆個の星を含んでいます。秋の夜空、条件が良ければ肉眼でもぼんやりと見ることができます。天の川銀河とアンドロメダ銀河は実は互いに引き合っています。重力の影響で両者は秒速約 120km の速さで近づいており、約40億年後には衝突すると考えられています。もちろん星と星の間は非常に離れているため、実際に星同士がぶつかることはほとんどありません。しかし両銀河は互いに影響し合い、最終的には一つの大きな楕円銀河に融合すると予想されています。天の川銀河の周りには他にも多くの小さな銀河があります。大マゼラン雲と小マゼラン雲は南半球の夜空で見える天の川銀河の衛星銀河です。それぞれ約16万光年と20万光年の距離にあり、天の川銀河の重力に捉えられて周りを回っています。このような衛星銀河は天の川銀河の周囲に数十個も発見されています。天の川銀河、アンドロメダ銀河、そして三角座銀河を主要メンバーとして、私たちの周辺には約80個の銀河が集まっています。これを局所銀河群と呼びます。直径は約1000万光年ほど、天の川銀河の100倍のスケールです。
局所銀河群の銀河たちは互いの重力で結びついており、一つのまとまった集団として存在しています。大きな渦巻き銀河もあれば、小さな矮小銀河もあり、様々な形や大きさの銀河が共存しています。これらの銀河は宇宙全体の膨張の中でも互いの重力が勝っているため、離れていくことなく、むしろ近づいたり回り合ったりしているのです。局所銀河群よりもさらに大規模な構造が銀河団です。銀河団は数百から数千個もの銀河が重力で結びついた巨大な集団で、その大きさは数百万光年から千万光年以上に及びます。最も近い大きな銀河団は乙女座銀河団です。地球から約5000万光年離れた場所にあり、約2000個以上の銀河を含んでいます。中心部には巨大な楕円銀河 M87 があり、その質量は天の川銀河の約200倍にも達します。この M87 の中心には太陽の65億倍もの質量を持つ超大質量ブラックホールが存在することが2019年の観測で直接的に確認されました。銀河団には興味深い特徴があります。銀河と銀河の間の空間は実は空っぽではありません。そこには非常に高温のガスが満ちているのです。このガスの温度は数千万度から1億度以上にもなり、X 線を放射しています。実際、銀河団の質量の大部分は銀河そのものではなく、この高温ガスが占めているのです。なぜこれほど高温なのでしょうか。それは銀河団全体の重力が非常に強く、ガスがその重力緯度の底に落ち込む際に莫大な位置エネルギーが熱エネルギーに変換されるからです。この高温ガスを観測することで銀河団の質量や構造を知ることができます。銀河団を研究する中で天文学者たちは奇妙な事実に気づきました。銀河団の中で銀河が動く速さを測定すると、目に見える銀河やガスの質量だけでは説明できないほど速く動いているのです。もし見える物質だけなら、銀河たちは銀河団の重力を振り切って飛び去ってしまうはずです。この謎を解く鍵がダークマター暗黒物質です。ダークマターは光を出さず、光を吸収することもないため直接見ることはできません。しかし重力は及ぼします。計算によると、銀河団の質量の約 85% はダークマターが占めていることが分かりました。ダークマターの存在は重力レンズ効果によっても確認されています。銀河団の強い重力はその背後にある遠方の銀河からの光を曲げます。すると背後の銀河が歪んで見えたり、複数の像として見えたりします。この効果を詳しく調べることで銀河団の質量分布を地図のように描くことができるのです。2006年に観測された弾丸銀河団はダークマターの存在を示す決定的な証拠となりました。これは2つの銀河団が衝突している現場で、X 線で見える高温ガスと重力レンズでわかる質量の分布が明確にずれていることが観測されたのです。衝突の際、ガス同士は摩擦で減速しましたが、ダークマターは何にも邪魔されずに通り抜けていったのです。銀河団も宇宙の中でバラバラに分布しているわけではありません。複数の銀河団や銀河群が集まってさらに大きな構造を作っています。これが超銀河団です。私たちの局所銀河群が属しているのはラニアケア超銀河団と呼ばれる構造です。2014年に詳しい地図が作られ、その全体像が明らかになりました。ラニアケアとはハワイ語で無限の天国を意味します。この超銀河団は直径約5億2000万光年もあり、約10万個の銀河を含んでいます。総質量は太陽の約10京倍にも達します。ラニアケア超銀河団の中心付近にはグレートアトラクターと呼ばれる領域があります。周囲の銀河はこの方向に向かって動いており、天の川銀河も
秒速約 600km の速さでその方向に引っ張られています。グレートアトラクター自体は天の川銀河の円盤面に隠れていて直接観測が難しいのですが、その重力の影響は確実に存在しています。他にも宇宙には多くの超銀河団が知られています。乙女座超銀河団は以前は私たちが属する最大の構造と考えられていましたが、ラニアケア超銀河団の発見によりその一部であることが分かりました。駒座超銀河団、ペルセウス、魚座超銀河団など宇宙には無数の超銀河団が存在しています。超銀河団をさらに大きなスケールで見ると宇宙全体の構造が見えてきます。1980年代以降、天文学者たちは何万何十万という銀河の位置を測定し、宇宙の3次元地図を作り始めました。その結果、驚くべき構造が明らかになりました。銀河や銀河団、超銀河団は宇宙の中で均等に分布しているのではなく、まるでスポンジや泡のような構造を作っていたのです。細い糸のように銀河が連なるフィラメントが交差する密度の高い濃度、そしてほとんど何もない巨大な空洞ボイドが複雑に入り組んでいます。この構造は宇宙の大規模構造や宇宙網、コズミックウェブと呼ばれています。フィラメントの長さは数億光年にも及び、ボイドの直径も同様に数億光年に達します。銀河や銀河団は主にフィラメントに沿って分布し、フィラメントの交差点に超銀河団が形成されています。最も有名な大規模構造の一つが CFA2 グレートウォールです。1989年に発見されたこの構造は長さ約5億光年、幅約3億光年、厚さ約1500万光年の壁のように銀河が連なっています。その後、さらに大きなスローングレートウォールなども発見されています。宇宙誕生から約38万年後、宇宙は初めて透明になりました。それまで高温で電離していた物質が冷えて中性の原子になり、光が直進できるようになったのです。この時代の光が現在宇宙マイクロ波背景放射として観測されています。この宇宙マイクロ波背景放射を詳しく調べると、わずかな温度のムラがあることがわかります。このムラは当時の物質密度のわずかな違いを反映しています。密度がわずかに高い場所にはより強い重力が働きます。すると周囲の物質がそこに引き寄せられ、さらに密度が高くなります。この過程が繰り返されることで重力によって物質が集まり、やがて銀河団、超銀河団が形成されていったのです。コンピューターシミュレーションによってこの過程を再現することができます。宇宙誕生時のわずかな密度の揺らぎから出発し、ダークマターと通常の物質の重力相互作用を計算すると、現在観測されているような宇宙の大規模構造が自然に再現されるのです。ダークマターは通常の物質よりも早く集まり始め、その重力の緯度に通常の物質が落ち込んで銀河が形成されました。宇宙は膨張しています。1920年代、エドウィン・ハッブルの観測によって遠くの銀河ほど早く遠ざかっていることが発見されました。これは空間そのものが膨張していることを意味します。局所銀河群のような小さなスケールでは、互いの重力が宇宙の膨張よりも強いため、銀河たちは互いに近づいたり回り合ったりしています。銀河団のスケールでも同様です。しかし超銀河団同士のスケールになると、宇宙の膨張が勝り始め、互いに遠ざかっていきます。さらに驚くべきことに、1990年代の終わりに宇宙の膨張は加速していることが発見されました。これはダークエネルギーと呼ばれる謎のエネルギーの存在を示唆しています。ダークエネルギーは宇宙全体のエネルギー密度の約 68% を占めると考えられており、
宇宙を加速膨張させる反発力のような働きをしています。この加速膨張のため、遠い未来には私たちの局所銀河群、あるいはそれが合体した銀河以外のすべての銀河は観測不可能なほど遠くに離れていってしまうでしょう。数千億年後の宇宙では、私たちの子孫は他の銀河の存在をほとんど観測できなくなるかもしれません。宇宙の大規模構造の研究は観測技術の進歩とともに発展してきました。20世紀初頭、天文学者たちは写真乾板を使って銀河の位置を記録し始めました。1980年代以降、CCD カメラやデジタル技術の発展により、一度に大量の銀河を観測できるようになりました。スローンデジタルスカイサーベイは、1998年から始まった大規模な銀河サーベイプロジェクトです。数億個の天体を観測し、数百万個の銀河の3次元位置を測定しました。このデータから宇宙の大規模構造の詳細な地図が作られました。近年ではさらに大規模なサーベイが進行中です。ダークエネルギーサーベイ、欧州宇宙機関のユークリッド衛星、NASA のナンシー・グレース・ローマン宇宙望遠鏡など、次世代の観測装置がより遠方のより多くの銀河を観測しようとしています。X 線望遠鏡の発展も重要でした。銀河団の高温ガスは X 線を放射するため、X 線観測は銀河団の研究に不可欠です。チャンドラ X 線観測衛星や XM ニュートンなどの宇宙望遠鏡により、銀河団の詳細な構造や銀河団同士の衝突の様子が明らかになってきました。銀河団同士が衝突する現象は宇宙で起こる最もエネルギーの大きな出来事の一つです。2つの銀河団が衝突すると、それぞれが持つ数千兆度の高温ガスが激しく相互作用します。弾丸銀河団の他にも多くの衝突銀河団が観測されています。エルゴルド銀河団は約70億光年彼方で、2つの巨大な銀河団が秒速 2000km 以上の速度で衝突している現場です。この衝突のエネルギーは太陽が100億年間に放出するエネルギーを一瞬で超えるほどです。銀河団の衝突を観測することで、ダークマターの性質について多くのことがわかります。ダークマター同士がどの程度相互作用するのか、それとも全く相互作用せずにすり抜けるのか、これらの疑問に答えるため、天文学者たちは多くの衝突銀河団を詳しく観測し続けています。観測可能な宇宙の中で最も質量の大きな構造の一つがシャプレー超銀河団です。地球から約6億5000万光年離れた場所にあり、約8000個の銀河を含んでいます。その質量は太陽の約10強倍と推定され、ラニアケア超銀河団に匹敵します。シャプレー超銀河団も私たちの銀河の運動に影響を与えています。グレートアトラクターに加えて、シャプレー超銀河団の方向への引力も私たちの局所銀河群の運動を決める要因の一つとなっています。宇宙の中で私たちの運動は決して単純ではなく、さまざまなスケールの構造からの重力の影響を受けているのです。超銀河団や宇宙の大規模構造についてまだ多くの謎が残されています。ダークマターの正体は何なのか、多くの理論が提案されていますが、まだ決定的な証拠は見つかっていません。世界中の地下実験施設でダークマター粒子を直接検出しようとする実験が続けられています。また、大型ハドロン衝突型加速器 LHC ではダークマター粒子を人工的に作り出そうとする試みも行われています。ダークエネルギーの正体も大きな謎です。それは本当にエネルギーなのか、それとも重力理論の修正が必要なのか。宇宙の加速膨張を説明するために様々な理論モデルが提案されていますが、観測データと完全に一致するものはまだありません。宇宙の大規模構造はどのように進化していくのでしょうか。コンピューターシミュレーションによる予測では、
数百億年後、数千億年後の宇宙の姿を描くことができます。しかし、ダークエネルギーの性質次第で宇宙の未来は大きく変わる可能性があります。最も遠方の銀河や銀河団を観測することは、宇宙の初期の姿を知ることにつながります。ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は、宇宙誕生から数億年後の最初の銀河たちを観測し始めています。これらの観測から、銀河や銀河団がどのように形成され進化してきたのか、その詳細が明らかになりつつあります。ここまでの話をまとめると、私たちの宇宙での住所はこのように表現できます。地球は太陽系の第3惑星です。太陽系は天の川銀河のオリオン湾と呼ばれる渦巻き湾の中にあります。天の川銀河は局所銀河群のメンバーで、局所銀河群は乙女座銀河団の重力圏内にあります。そしてこれらすべてがラニアケア超銀河団の一部です。さらに大きなスケールでは、ラニアケア超銀河団は宇宙の大規模構造の一部、具体的にはいくつかのフィラメントが交わる領域に位置しています。この階層的な構造は宇宙誕生から約138億年の歴史の中で重力によって形作られてきました。最初は極めてわずかな密度の揺らぎだったものが時間とともに成長し、現在の複雑で美しい構造を作り上げたのです。第4話、惑星の呼吸、重力が紡ぐ宇宙の絆。夜空を見上げると、星々は静かに輝いています。しかし実際には、宇宙は驚くほどダイナミックな動きに満ちています。惑星は太陽の周りを回り、月は地球の周りを巡り、すべての天体が互いに影響し合っています。この宇宙の舞踏を支配しているのが重力という見えない力です。重力は私たちが最も身近に感じる力の一つです。リンゴが木から落ちるのも、私たちが地面に立っていられるのもすべて重力のおかげです。しかし、重力の影響は地球上だけにとどまりません。宇宙全体を支配し、天体同士を結びつけ、まるで生き物のように宇宙を呼吸させているのです。重力の影響を最も身近に感じられる現象が海の潮の満ち引きです。1日に2回、海面は規則的に上昇と下降を繰り返します。この現象は月の重力が地球の海水を引っ張ることで起こります。月は地球から約38万 km 離れた場所にあります。月の重力は地球全体に作用しますが、月に近い側の海水はより強く引っ張られます。そのため、月に面した側の海面が盛り上がり、満潮となります。興味深いことに、地球の反対側でも満潮が起こります。これは地球自体が月に引っ張られることで、反対側の海水が取り残されるように盛り上がるためです。太陽も地球に重力を及ぼしており、潮の満ち引きに影響を与えています。太陽の質量は月の2700万倍もありますが、地球からの距離が月の約400倍も離れているため、潮汐力は月の約半分程度です。新月や満月の時、太陽と月と地球が一直線に並ぶため、両者の重力が合わさって特に大きな大潮が発生します。逆に上弦や下弦の月の時は、太陽と月の重力が直角方向に働くため、潮の干満差が小さい小潮となります。この潮の満ち引きは地球の海洋生物の生活リズムに深く関わっています。多くの海洋生物は満潮や干潮の時間に合わせて活動し、産卵や餌探しを行います。カニやヤドカリなどは潮の変化を利用して移動し、ウミガメは満月の夜に産卵のために砂浜に上がってきます。潮の満ち引きは実は地球の自転速度にも影響を与えています。月の重力によって引き起こされる潮汐現象は地球の海水と海底との間に摩擦を生じさせます。
この摩擦がブレーキのように働き、地球の自転を少しずつ遅くしているのです。現在、地球の自転は100年あたり約 1.7 ミリ秒ずつ遅くなっています。つまり、1日の長さが少しずつ長くなっているのです。わずかな変化に思えるかもしれませんが、長い時間スケールで見ると大きな違いとなります。約4億年前のデボン紀には、1年は約400日ありました。つまり、1日は約22時間だったのです。産後の化石には、成長の痕跡が日輪のように残されており、科学者たちはこれを数えることで、過去の1年の日数を推定できます。さらに遡ると、約14億年前には、1日はわずか18時間程度だったと考えられています。地球の自転が遅くなる一方で、月は地球から少しずつ遠ざかっています。現在、月は年間約 3.8 センチメートルずつ地球から離れていっています。これは地球の自転エネルギーが月の公転エネルギーに変換されているためです。アポロ計画で月面に設置されたレーザー反射鏡を使った精密な測定により、この現象が確認されています。約45億年前、月が誕生した直後には、月は現在よりもはるかに地球に近く、わずか2万 km ほどの距離にあったと推定されています。その頃の地球の1日は約5時間程度で、空には今よりも巨大な月が見えていたことでしょう。重力の影響は地球と月だけでなく、太陽系の他の天体でも劇的な現象を引き起こしています。木星とその衛星たちの関係は、重力がいかに強力な力を持つかを示す素晴らしい例です。木星は太陽系最大の惑星で、その質量は地球の約318倍もあります。木星の周りには79個以上の衛星が確認されていますが、その中でも特に興味深いのが、ガリレイが発見した4つの大きな衛星、イオ、エウロパ、ガニメデ、カリストです。イオは木星に最も近い大型衛星で、太陽系で最も火山活動が活発な天体です。イオの表面には400以上の活火山があり、硫黄の噴煙が300km 以上の高さまで吹き上げられています。イオの火山活動は内部の熱によるものですが、この熱の源は放射性元素の崩壊ではなく、潮汐加熱と呼ばれる現象です。イオは木星の強大な重力によって常に引っ張られています。さらに外側を回るエウロパやガニメデの重力の影響も受けています。これらの重力が複雑に作用し合うことで、イオの軌道はわずかに楕円形になっています。楕円軌道を回るイオは、木星に近づいたり離れたりする際に、木星からの潮汐力の強さが変化します。この変化する潮汐力により、イオの内部が繰り返し変形させられます。まるでゴムボールを握ったり離したりするように、イオ全体が伸び縮みするのです。この変形によって内部で摩擦熱が発生し、イオの内部を溶かしています。推定では、イオ内部では毎秒約1兆ワットものエネルギーが潮汐加熱によって生み出されています。エウロパは木星の第二衛星で、表面は厚い氷に覆われています。しかしこの氷の下には液体の水の海が存在すると考えられています。エウロパもイオと同様に潮汐加熱を受けており、この熱が氷の下の海を凍らせずに保っているのです。エウロパの表面には複雑な亀裂や筋状の模様が見られます。これは氷の殻が動き、再び凍結することを繰り返している証拠です。科学者たちはエウロパの氷の厚さは 20km 程度で、その下には深さ 100km にも及ぶ海が広がっていると推定しています。この海の水の量は地球上のすべての海水を合わせた量の 2,3 倍にもなると考えられています。エウロパの海には生命が存在する可能性があると多くの科学者が考えています。
地球の深海には太陽光の届かない熱水噴出口の周りに独自の生態系が存在します。同様にエウロパの海底にも熱水噴出口があり、そこで生命が誕生し進化している可能性があるのです。土星の衛星エンケラドスも潮汐加熱によって驚くべき活動を示しています。エンケラドスは直径約 500km の小さな衛星ですが、南極付近から高さ数百 km にも及ぶ水蒸気と氷の粒子の噴煙を吹き上げています。この噴煙は2005年にカッシーニ探査機によって発見されました。分析の結果、噴煙には水蒸気、氷の結晶、そして有機化合物が含まれていることが判明しました。さらに水素分子やメタンも検出され、これらは海底の熱水活動の存在を示唆しています。エンケラドスの表面温度は約マイナス200度と非常に低温ですが、南極付近では局所的にマイナス130度程度まで上昇している場所があります。これは内部からの熱が放出されている証拠です。エンケラドスも土星の重力とその軌道の離心率によって潮汐加熱を受けており、氷の下に液体の水の海を持っていると考えられています。エンケラドスから噴き出した氷の粒子は土星のイーカンを形成しています。イーカンは土星の輪の中で最も広大で、エンケラドスの軌道を中心に広がっています。つまりエンケラドスは土星の輪の一部を作り出しているのです。重力は個々の天体に影響を与えるだけでなく、太陽系全体の形成にも決定的な役割を果たしました。約46億年前、宇宙空間に漂っていたガスと塵の雲が自らの重力によって収縮を始めました。これが太陽系の誕生の始まりです。収縮する雲は回転しながら次第に円盤状になっていきました。中心部では物質が集中し、温度と圧力が上昇し、やがて核融合反応が始まって太陽が誕生しました。一方、円盤内の物質は衝突と合体を繰り返し、次第に大きな塊へと成長していきました。最初は微細な塵の粒子が静電気力で結びつき、直径数ミリメートルから数センチメートルの粒子となりました。これらがさらに衝突を繰り返すことで、数キロメートルサイズのホロ惑星へと成長しました。ホロ惑星同士の衝突と合体が進むにつれ、次第に大きな原始惑星が形成されていきました。このプロセスで重力は極めて重要な役割を果たしました。天体が大きくなるほど、その重力も強くなり、周囲の物質をより効率的に集めることができるようになります。大きな天体はさらに成長し、小さな天体は取り込まれるか弾き飛ばされるという勝者総取りの状況が生まれました。木星のような巨大ガス惑星は、岩石や氷の核が地球の数倍以上の質量に達した時点で、周囲のガスを重力で引き寄せて急速に成長しました。木星の重力は非常に強く、小惑星帯の形成にも影響を与えました。火星と木星の間の領域では、木星の強大な重力の影響により、物質が惑星へと集積することができず、多数の小惑星が残されることになったのです。太陽系の天体の配置を詳しく見ると、偶然とは思えないほど美しい数学的関係が見つかります。これは軌道共鳴と呼ばれる現象です。木星の衛星イオ、エウロパ、ガニメデの3つは見事な軌道共鳴の関係にあります。イオが木星を4回公転する間に、エウロパは2回、ガニメデは1回公転します。つまり公転周期の比が4対2対1になっているのです。この関係により3つの衛星は特定の配置で定期的に並び、互いの重力の影響を受けます。この共鳴関係は衛星たちの軌道をわずかに楕円形に保つ働きをします。もし単独で木星を回っていれば、潮汐力によって軌道は次第に円形になるはずです。しかし他の衛星との共鳴により軌道の離心率が維持され、
潮汐加熱が持続するのです。土星の衛星系にも多くの共鳴関係が見られます。例えばタイタンとヒペリオンは4対3の共鳴関係にあります。また土星の輪の構造も衛星との共鳴によって形作られています。カッシーニの間隙と呼ばれる輪の隙間は衛星ミマスとの2対1共鳴によって作られています。その位置を通過する粒子は定期的にミマスの重力の影響を受けて軌道が乱され、やがてその領域から取り除かれるのです。海王星とその外側を回る冥王星も3対2の共鳴関係にあります。海王星が太陽を3回公転する間に冥王星は2回公転します。この共鳴のおかげで冥王星の軌道は海王星の軌道と交差しているにもかかわらず、両者が衝突することはありません。月はいつも地球に同じ面を向けています。月の裏側は地球からは決して見ることができません。これは偶然ではなく、潮汐ロックと呼ばれる現象の結果です。天体が別の天体の周りを回るとき、潮汐力によって引き伸ばされます。地球が月に潮汐力を及ぼすことで、月は地球に向かって細長い形に変形しています。もし月の自転速度が公転速度と異なっていれば、この膨らみの位置も変化し、内部に摩擦熱が発生します。この摩擦は月の自転にブレーキをかけ、最終的には自転周期と公転周期が一致した状態で安定します。太陽系の多くの衛星が新惑星に対して潮汐ロックされています。木星のガリレオ衛星、土星のタイタン、火星のフォボスとダイモス、すべて新惑星に同じ面を向けています。水星も太陽に対して特殊な共鳴状態にあり、2回公転する間に3回自転するという3対2の共鳴関係を保っています。地球と月の系でも、将来的には地球も月に対して潮汐ロックされる可能性があります。その時には地球の自転周期と月の公転周期が一致し、1日の長さは現在の約47日分になるでしょう。ただしこれが実現するには数百億年かかると計算されており、その前に太陽が膨張して地球を飲み込んでしまうため、実際には起こらないでしょう。重力は天体を結びつけますが、逆に破壊することもあります。大きな天体に小さな天体が近づきすぎると、潮汐力によって小さな天体は引き裂かれてしまいます。この限界距離をロシュ限界と呼びます。土星の輪はロシュ限界の中に存在しています。輪を構成する氷や岩石の粒子が合体して衛星になろうとしても、土星の潮汐力によって引き離されてしまうのです。逆に言えば、衛星が土星に近づきすぎると潮汐力によって破壊され輪になってしまうのです。実際に1994年、シューメーカーレビ第9彗星が木星に衝突する様子が観測されました。衝突の前年、この彗星は木星に接近した際にロシュ限界内に入り、潮汐力によって20個以上の破片に分裂しました。翌年、これらの破片は次々と木星に衝突し、地球よりも大きな衝突痕を残しました。火星の衛星フォボスは現在火星に向かってゆっくりと落下しています。潮汐力の影響で軌道高度が下がり続けており、約5000万年後にはロシュ限界に達すると予測されています。その時フォボスは破壊され、火星にも土星のような輪ができる可能性があります。宇宙は静的で不変の空間ではありません。惑星は軌道を変え、衛星は遠ざかり、銀河は衝突し、宇宙全体は膨張しています。重力という見えない力が宇宙のあらゆるスケールで物質を結びつけ、動かし、変化させています。まるで宇宙全体が呼吸をしているかのように、重力は宇宙に生命を吹き込んでいるのです。最後までお聞きいただきありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。明日も穏やかで素敵な一日をお過ごしください。
おやすみなさい。